ようこそ5歳食堂へ、美味しい健康長寿食の旅へあなたをご招待します。長寿食研究家の管理栄養士マキコがお伝えする健康長寿料理のご紹介です。私は日本の管理栄養士で、多くの高齢者の方の栄養管理を通して健康長寿を伸ばすお仕事をしています。100年前の古民家より、今日も食材たちに感謝して、美味しい健康料理をお届けします。健康長寿食堂、5歳食堂、地中海式和食、五色海苔巻きと、旨味たっぷりあさりとトマトのスープを作ります。今回は鎌黒野菜をはじめ、長南の野菜を使用します。お米は五分づき米を使用しているため、ミネラル、ビタミンを多く含み、玄米よりも食べやすくなります。米と水の割合は1対 1.2 の割合で計量することが美味しいご飯のポイントです。今回は計量カップがない場合として、親指の線まで水を入れる方法をご紹介します。お米を炊きます。フライパンにオリーブオイルを加えます。イタリアの長寿の地域ピオッピ村では、抗酸化作用を多く含む苦味のあるオリーブオイルが使われています。人参を炒めます。油で炒めるとカロチンの吸収率がアップします。キャベツを炒めます。チーズをカットします。カニカマをカットします。イタリアの長寿の地域では、白身の魚や肉が動物性タンパク質の中心です。ほうれん草は根元にも栄養があるためよく洗い、十字にカットを入れます。カットを入れることで根元にも火が通りやすくなります。根元から30秒茹で、葉っぱも含め30秒茹でます。こうすることで均一に茹で上がります。冷水に通し冷やすことで鮮やかな色に茹で上がり、食感もよく茹で上がります。ご飯が炊き上がりました。熱々のご飯をボウルへ移します。軽く温めた酢飯のタレを炊いた熱いご飯に入れ、うちわで乾かしながら切るように混ぜます。酢飯のタレは今回は砂糖の代わりにゼロ甘味料の植物由来のエリスリトールを使用しました。カロリーダウンになりますし、血糖コントロールの方にもおすすめです。砂糖に代用することも可能ですよ。粗熱が取れたら濡らした手ぬぐいをかぶせます。私がこの長寿料理の番組を始めたきっかけは、自分の100歳の祖父と91歳の祖母の夫婦が元気に自立して生活していることを目の当たりにしたことがきっかけです。私の祖父はスクワットを今でも日課にし、祖母はジムに通いトレーニングをしています。多くの高齢者の栄養管理をする中で、なぜ同じ年齢でも健康長寿に大きな差があるのかを知りたいと思い、海外含め長寿の地域を回り、食事を見てきました。きれいに作ることも大切ですが、料理を作ることで何よりも大切だと思っていることは、食材の命をいただくこと、これを思いながら作っています。日本で料理をいただく際の挨拶には、いただきますという言葉を言います。いただきますは、食材の命をいただきますとの意味があります。次は海苔の食材が出来上がったので、海苔を巻いていきます。海苔の上にチーズ、カニカマ、ほうれん草の順に乗せます。
次に人参、紫キャベツの順に乗せていきます。具材を乗せたものを巻いていきます。酢飯を別の海苔の上に均等に広げます。海苔の周りの1センチずつは揚げておきます。その方が切った際にきれいに仕上がります。具材を巻いたものを乗せ、巻き、最後にすのこでキュッと巻きます。寿司をカットする際は包丁を濡れ布巾で濡らして切ります。ご飯がくっつかず、きれいにカットすることができます。旨味たっぷり、あさりとトマトのスープを作ります。水に昆布を小さめにカットし30分以上置きます。小さめにカットすると昆布の旨味がたくさん溶け出し、減塩でも美味しいスープになります。鍋にオリーブオイルを敷き、カットしたミニトマトをしんなりするまで炒めます。油でトマトを炒めることでカロテンの吸収率がアップします。トマトの香りが油に移り、美味しく仕上がります。昆布入りの水、酒を加え、あさりも加えます。器に盛ってネギを振りかけます。これで長寿食の出来上がり。五色海苔巻きと旨味たっぷりあさりとトマトのスープです。いただきます。今回の健康長寿レシピのポイントについて、ポイント1、豊富な野菜の摂取、加熱することでかさを減らし、多くの量を摂取することができます。ポイント2、減塩。酢飯の酸味、エリスリトールの甘さ、スープの昆布の旨味を使用することで、減塩でも美味しく食べることができます。ポイント3、適正なタンパク質の摂取。健康長寿には、動物性タンパク質を摂りすぎないことがポイントです。イタリアの長寿の地域でのタンパク源の一つに白身魚やチーズがあります。今回は白身魚から作られるカニカマやチーズを使い、良質で適正なタンパク質量にしています。皆様、5歳食堂を
楽しみいただけましたでしょうか。それではまたお会いしましょう。